心の糸ラジオ。何かとこうやってラジオをお届けするのは久しぶりなんじゃないかなって思っていますいや、なんか久しぶりな感じがあって、なんか日々、自分は X であったりとか作品の後にアフタートークを届けたり、配信もそうだけど、いろいろと自分の考えを声で届けるっていうことを大切にしていて、でもこうやって YouTube で一つのテーマについてラジオでお話しするのは久しぶりだなって思っています。でもなんか今日のタイトルはすごく誰しもが当てはまるような、それでいて過去にあったとか、多分まだ思ったことがなくてもこれから生きていく中で当てはまるテーマになってくるんじゃないかなって思って、一つの動画としてラジオとしてお送りをさせていただこうかなと思っております。そして改めてこの心の糸ラジオに来てくれてありがとうございます。今日も一日本当にお疲れ様です。このラジオを聞いている時って結構リラックスをしていると思うんだよね。肩に力が抜けるぐらいにすごくゆったりとした時間、もちろん BGM とか自分の声で少しでもまったりしてもらえたらなっていうのを心がけて、声と言葉と雰囲気、話のスピードとかを大切にはしているんだけど、それぐらいに自分自身を甘やかしていいんじゃないかなって俺は思ってる。すごく俺君が頑張ってるの分かってるからさ。でも頑張ろうって思う時ほど空回りをするというか、おかしいよね。ちょっと適当にやった方がうまくいくみたいな場面って少なからずあるんじゃないかなと思っていて、でも今日はそれの紐解きと、俺の声が少しでもホッとするきっかけになれば嬉しいなと思うので、今日の心の糸ラジオやらさせていただきたいと思います。今日が1月か10じゃないね、2025年の1月10日、なんやかんや新年明けましておめでとうございますから10日間が経っている、1週間と3日経っているっていう現状になります。なんやかんやもう2025年になるねとか言っておいて、新年を迎え1週間とちょっとを迎えているという現状なんですけども、いかがお過ごしでしょうか。その年始間が終わって会社が始まった人もいるし、学校が始まった人もいる、アルバイト、いろんな物事が始まった人もいるだろうし、病院の通院とかもされている人も中にはいるのかなと思うんだけども、だいたい当たり前の日常がまた戻ってきたんじゃないかなっていう人が多いんじゃないかなと思っています。当たり前の日常って言っても普段やっていることがバラバラなので、人によっては4月から新しい生活が始まる人もいたりするんじゃないかな。大学4年生だともう4月になれば就職っていう感じにもなるし、それがいろんな転職とかそういった機会にもうまくなっているのかなとも思うし、高校生であれば受験もそうだけど大学に行ったり就職行ったりとか、いろんな今もそうだけど、何かとこれから
新しい変化が出てくると思うのね。人によっては2025年、新しい挑戦をしたいって思うときに、絶対に出てくるのが、越えられない壁と言いますか、どうしてもうまくいかない壁が立ちふさがると思うの。なんか、生きるって難しくて、そして何かこの世間の風潮としてはさ、新しいことをやるには成功しないといけないみたいな。だったり、家庭よりも、結果が大事？すごく数字を求められやすい。社会人だと、売り上げであったり、成果だったり。学生さんだとテストの点数だったり内申点とか。あとは、どれだけやったかっていうのもすごく大事になってくると思うんだよね。でも、そこだけを見ることが大事なのかっていうのも、自分は思っていて。ということで、今日のテーマなんですけども。それも含めて、さっきのいろんなことも含めて、そこで起きてくる感情のお話をできればなと思っております。今日のテーマは、生きる意味を探す前に自分を許すというテーマでやっていこうかなと甘噛みした思います。なんかさ、生きる意味とか、自分が何のために頑張ってるんだろうって考えるときあったりするかな。結構自分は自信がなくて、すぐに自分自身の存在価値っていうのがあんまりないとかって思考に陥りがちでさ、そうしてると周りの綺麗なもの、成功している人とか、よしよしされている、優遇されている人とかのことを見ると、自分自身ってちっぽけな人間だなとか自分は誰からも見られてないんじゃないかとか思いがちなんだよね。だから生きる意味とか自分が何のために頑張ってるんだろうって考える時も中にはあって、でもそれを考えることも中には大切なのかなと思ってるんだけど、その答えを探す前に、まずは自分に優しくしてほしいって俺は思ってる。それって簡単なようでめちゃくちゃに大事なことなんじゃないかなって俺は思ってんだよね。自分自身を優しくするか。最近はどう？疲れてたりする？自分はそうだな。少しだけ疲れているかもしれない。でもこの疲れがさ、じゃあなんで疲れてるのって言われてる時に言葉に出ないというか、でもなんていうの？なんで疲れてるのかってすら聞かれたくないというか、そんな感じがさ、すごく最近はもしかしたらあるんじゃないかなって思っていて、頑張ってるのに報われない感じとかさ、自分だけ遅れてる気がするとか、焦りとか、そういう気持ちってすごく誰でもあると思うんだけど、よく思いがち。俺もすごくあったんだよね。もっと頑張らなきゃって、もっとやんなきゃって、もっと見られるには
そうだな、無理をしてでも、時間を使ってでも、なんなら人が見ていないところでも努力をして、頑張って頑張って頑張って、自分を追い詰めてばっかだったんだなって思っててさ、なんつうんだろう、もうずっと鞭を打っている感じ。自分のお尻をペチペチと叩くようなぐらいにずっとペチ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 叩いてさ、頑張ろう頑張ろうって思ってて、でも今思うとすごくそれって自分の中で辛かったんだよね。辛いながらも、他と比べることで向上心を持って生きてた。あれが正解なのか正解じゃないかわかんないんだけどさ、でもその時の自分のことを思って、で今もしそういう頑張っているっていうことに対してもっと頑張らなきゃとか、自分を追い込んでいる人が仮にいたとしたら、聞いてほしい。自分を許してみるっていうことどういうことだって、中にはいると思うんだけど、めちゃくちゃ大事だなって思うのが、これぐらいの自分でもいいんだよなって思ってさ、自分に OK してみるのもいいかもしれない。それはどうしてもやっぱり誰かから評価されたいとか、誰かから見られたいっていう時は、自分自身の 100% を出したくなる時があるんだけど、自分自身の 60% ぐらいで、60点ぐらいでいいっていう時もあってもいいと思うの。全てが全てね、60% でいろっていうわけではないんだけど、でも全てが全て100点でいたら、自分の心が疲れすぎちゃうと思うんだよね。ちょっと待って、パソコンがついた。消したっていうのもすごく思っていて、これぐらいの自分でいいこれぐらいの自分でいいやって思うことが心を少し軽くするとも思ってるんだよね。もう頑張らなきゃって思う時こそ空回りをするというか、冒頭でも言ったけど、ちょっと適当にやるかってぐらいの時の方がすごいパフォーマンスが良かったりするのね。それはすごく責任感がないとかそういうわけじゃなくて、肩に力が入んないからこそ目の前の物事をより広い目線で見ることができると思っていてもちろん頑張ろう俺やりますってなることがダメかって言われたらそういうわけじゃないの。やっぱりね、やる気とか根性とかが評価される世界ではある。日本はよりその文化があるのかもしれない。誰よりも時間がかけた、誰よりも情熱があるとか、誰よりもやる気ありますとか。でも評価、その頑張りを認められるのはすごいんだけど、評価されることとかさ、認められる時って結構めちゃくちゃ頑張っている人よりも効率よく、なんならサボりがちな人の方が評価されていて、蓋を開けてみると
なんだろうな。全然自分のかけている時間よりも、その人は、半分ぐらいの時間で評価をされるみたいな時があると思うの。で、それに焦ってより頑張ろうって思って空回りをしちゃうっていうのが、自分はあってさ。でも今冷静に考えてみると、そういう時はグッて抑えて、これぐらいでいいんだって思って物事に取り組む。100点を目指すよりも60点ぐらいの感覚で物事を始めていくと、100点の時だともうすごく視野が狭いのね。これをやんなきゃみたいな。これをやんなきゃみたいな。だから、売り上げ達成をするのであれば、その売り上げだけを見ちゃうのね。これを何個売らないといけない。だから人にこれを売らないといけないみたいな。でも、売り上げの60点ぐらいでいいかって思いながら、話すことも大事だし、世間話しながら、この商品の、販売をしようってなってくると、そういう売り上げにある意味関係ないことも、すごく見えてくるのね。だから物事がすごく広く見えてきて、結局その世間からするとあんまりいらないことのように見えるものが、今回で言うと売り上げもそうだし、人と仲良くなるもそうだよね。その人と仲良くなりたい時って、その人ってなるよりも、ふって考えて、周りの友達とか、そういう環境とか見て、お話ししていった方が、友達になりやすい。その人と友達になるっていうのが目標であればね。っていうのがすごく自分は思っていて、だから 100% 正直にやることが、うまくいくとは限らない。なんなら自分は 60% ぐらいで適当にやるっていうのは違うんだけど、でも計画的に適当にやる、計画的にサボるっていうことならすごくいいことだと思ってる。なんでサボるのか、なんで適当にやるのかを自分で説明できるようにして、で計画的に物事を進めていくっていうのが、俺はねすごくいいことだと思ってて、サボるってさ、一見ダメなことだと思われがちなんだけど、計画的になんでサボるのかっていうのを言葉にすることができると、何かとうまくいっていくし、自分の心を追い詰めずに生きていくことができるなっていうのは本当に思ってるね。もっと頑張らなきゃって思うのはやめて、自分が今ここにいること、そのままでいいって、そのままで60点ぐらいでやってみようって思うとね、すごく心軽くなるし、案外それの方がうまく人生が回っていくの。だってもう頑張ろう、もう俺やりますっていう友達よりも、うまくいくよね、そう思うよね。って感じでさ、他の人の意見を聞きながら話を緩くじゃないけど進めていく人の方が印象いいし、仲良くしたいと思うじゃん。だからある意味
頑張ろうって思っている人の方が、その見てる人のことを不安にさせちゃったりもするんだよね。だからこそ計画的にサボって60点ぐらいのスタートを決めて、人生をうまくしていくっていうことを、俺は死に物狂いで行き着いたっていう感じではあって、でもその死に物狂いで行き着いたものを死に物狂いをさせたくなくて、聞いてくれているあなたには、だから自分の経験したものをこうやってあなたにお届けしているって。でそういうのがうまくいっていくと、なんか気づいたら生きる意味って自然と見つかっていくんじゃないかなっていうのも思ってたりする。なんか頑張るしかない時って成功が成功で失敗が失敗なわけで、失敗した時にすごいダメージくるから、俺生きる意味ないとか、俺には価値がないとかすごく思っちゃうと思ってるんだよね。だからこそそういう、60点、これぐらいでいいよねっていう考え方はすごく俺は大事だなと。計画的にサボるっていうのは頭の中に入れといて、俺はいいんじゃないかなって思っていて、うまくこの言葉が伝わっているのかはわかんないし、今頭の中で考えながらお話ししているんで、あんまり何かヒントになるのかは正直はわからないんだけどさ。でも自分は昔完璧にやらなきゃって思ってた。でも本当にその完璧でなきゃいけない時の失敗の連続、うまくいかないことの連続の時の心への負担ってとんでもなかったんだよね。成功して失敗して成功して失敗しての繰り返しだったらいいんだけど、でもなんやかんやこの世のすごいのはさ、成功したら成功するし、失敗したらまた失敗することが多いと思うんだよね。本当ならさ、失敗してその糧で成功して、でもまたうまくいかなくて失敗しての流れがいいと思うんだけど、でも失敗したら失敗してまた失敗して失敗、でも成功したら成功して成功したら成功っていう流れが結構この世には俺はあると思っている。でもそれの理由もすごく分かっていて、成功したら大体成功するコツっていうのもやっぱ分かってくるんだよね。演技の仕方もこれがいい感じなんだなって、シチュエーションボイスでいい感じなんだなって思ったら、それをきっかけに広げていけばいいから、うまくいっていくよねって思っていて、でもある意味失敗しか知らないと、その失敗の経験しかできてないから、その失敗を繰り返すことしかできなくて、失敗の繰り返しになっていくんじゃないかなっていうのも自分は思っている。だから是が非でも失敗の連続の中で成功をすることで成功の経験が生かすのかなって思うけど、でもその中で大事なのが成功したいっていうことに前のめりにならずに、その周りの環境とか目指すものの周りを見て、俺でもできるだろうっていう考えることも俺はすごく大事なんじゃないかなって思ってる。周りと比べがちな時、考えるのは、俺は俺だしなって考えることをすごく大事だと思ってる。なんなら自分の意志とかさ、すごく固いものがなきゃいけないって思う人もいるかもしれないんだけど、
結構ね、楽に考えてもいいと思うの。まあ俺は俺だし、俺にしか出せない魅力もあるよなみたいな感じに考えるのはすごく心を楽にすると思うの。すごく大事なのはどれだけ心を楽にして物事に取り込めるかだと思っていて、まっすぐになりすぎるとこれを成功しなきゃいけないって手が震えて、自分の持てるパフォーマンスも気づいたら 40% みたいな感じになってると思う時もあるの。120% の頑張りをしようとした時でも、その自分のポテンシャルが 40% ぐらいしかなかったらダメで、だったらさ 60% ぐらい頑張ろうで、ポテンシャル 60% の方がうまくいくんじゃないかなっていうのが俺の自分の考えではあったりする。ちょっと待って、100リ出るかも。すいませんなんかそういう意味を含めての、俺は俺だしとか 60%、60点っていうことで少しずつ自分に優しくするっていうことも悪くないんじゃないかなって思って、今こうやって言葉をお届けさせていただいている。自分に優しくすることで自分自身をもう少し許すというか、自分自身を信じてもいいんじゃないかなって思ってる。自分自身のことをね。自分に優しくすると自分に少し自信が持てて、日々行うことが前向きに取り組めていくんじゃないかなって思ってる。でも自分許すって簡単じゃないよね。こうやってベラベラ言葉でさお伝えはしてはいるんだけど、正直そんな風に思えたら苦労しないとかも中にはいると思うし、そんなうまくいかないっていうのも十分に分かってる。俺もそう考えていたからさ。でも何かと偉人の言葉よりも応援している人の言葉の方が刺さる時ってすごくあると思ってるの。だからこのラジオに関してはいつも聞いていただいている人、もちろん初めましての人にもお届けはしたいと思ってるし、何かとこれのラジオが縁になって自分を見てくれたらすごく嬉しいし、でも何か信じているものが偉人の言葉よりも刺さる時ってすごくあると思うの。どうかな、そういう経験とかあったりするかな。でもそんな風に思えたら苦労しないって思う君も、少しだけでも心の中でさ、自分自身にだよ、大丈夫だよって思ってみてほしい。今ちょっと思ってみない？深呼吸して息を吸って吐いた時に大丈夫だよって思ってほしい。いくよ。吸って吐いて、わからない。これが気持ちを軽くするものになるかわからないんだけど、でも少しでも支えとか軽くなったり何かのヒントになってくれたら嬉しい。このラジオを聞いて君がここにいていいんだとか生きてていいんだとか、自分でも自分自身の考えで行動していいんだって思ってくれたら、それだけで俺は嬉しいよ。君はね、
誰にも迷惑かけてないし、無理しなくていい。君が思っている迷惑も相手からしたら嬉しい時だってあるし、このラジオが、声が、言葉が君にとって少しでも安心できる場所になればいいなって思ってます。では今日もどうかな、伝わったかな、自分の考え。なんかちょっと喋りすぎた感があるんだけども、今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとう。自分を許すこと、生きる意味を探すこと、それが難しいというかわからない日だって、それを考えることすら難しい日もあるかもしれない。だったらそういう時はまたここに来てほしいし、俺のことを見ていてほしい。俺はいつだって頑張るし、言葉で声で君を支えたいから。俺はいつでも待ってる。じゃあまた話そうね。今日明日があなたにとって俺にとってもいい日になりますように。今日もそばに、明日もそばに。それじゃあまた次の動画で。Thank you.